こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は毎日の食生活に取り入れたいお家で簡単にできる発酵食品をご紹介していきます。発酵食品をお家で作るのはハードルを感じる方も多いかもしれませんが、お家で作ると経済的ですし、無農薬など素材にこだわることもできます。またパッケージなどのゴミが出ないのも嬉しいですね。今回は失敗なく発酵できるポイントもそれぞれシェアしていきますので、ぜひトライしてみてください。まずは発酵食品作り初心者でも簡単にできるキャベツのお漬物ザワークラウトを作っていきます。ザワークラウトはキャベツとお塩だけでシンプルに作るドイツの発酵食品。洗ったキャベツは芯を切り取り千切りにします。スライサーがあると便利ですが、そこまで細い千切りにする必要はないので包丁で切っても大丈夫です。千切りにしたキャベツにお塩を加えます。お塩の量はたくさんは必要なく、私はいつも適当に入れているのですが、初めてで不安な方はキャベツの量の 3% ほどの量で測って入れてください。お塩をキャベツ全体になじませながらキャベツ同士をすり合わせるようにして混ぜます。キャベツから汁がしっかりと出るまですり合わせます。お漬物容器に入れてプレスします。この時にキャベツがしっかりと汁に浸かっているようにするのがポイントです。汁から出ているとカビが生えやすいので、もし汁の量が十分ではない場合は水を足してください。25度から30度が乳酸菌が一番心地よく活動できる温度で、夏であれば室内で24時間程度で発酵できます。冬など室温が20度以下の場合はゆっくりじっくり発酵が進むので、1週間ほど置いておいても大丈夫です。初めのうちは毎日味を見て室温と時間、味の変化を確かめると発酵にかかる時間が感覚的に分かってきます。味はお好みですが、発酵が進めば進むほど酸味が増していきます。お好みのタイミングで冷蔵庫に移してしっかり発酵ができていれば長い間楽しむことができます。冷蔵庫の中でもゆっくりと発酵は進んでいきますので、味の変化を楽しんでください。ザワークラウトは野菜とあえてサラダのようにしたりスープに入れるのもおすすめです。お好みでハーブやスパイスを入れて発酵させるのもいいですね。次にザワークラウトと同じお漬物のキムチを作っていきましょう。キムチの作り方は以前に動画でご紹介していますので、詳しい分量はそちらの動画を参考にしていただければと思いますが、今回は何度もキムチを作ってみて一番失敗しにくいと思う方法をシェアしていきます。白菜は芯の部分を切り取ってそのままの形で漬けるのが本場のやり方ですが、一口大に切ると食べる時に切る手間がなく取り出しやすいのと、失敗の原因になる空気が入ってしまうのを防ぎやすいと思います。白菜の量の 4% の量のお塩を加えて、お塩が白菜全体に行き渡るようにしっかり混ぜ合わせます。押し蓋と重しをして白菜の浅漬けを作ります。この時に暑いところに置くと発酵が進みすぎてしまうので、なるべく涼しいところに置いて白菜が浸かるくらいの水が出るまで待ちます。私は冬などの室温が20度以下の環境であれば丸1日、20度以上であれば半日程度置いています。キムチの美味しさはこの時の浸かり具合で決まると言っても過言ではない気がします。白菜からしっかり水が出たら、粗挽きの唐辛子の粉、ニンニクと生姜のすりおろし、梨またはリンゴのすりおろし、メープルシロップや甘酒などのお好みの甘味料、お好みで乾燥昆布を合わせてよく混ぜ合わせます。そしてガラス瓶などに入れて、空気があるとカビの発生の原因になるのでしっかりプレスしてなるべく空気が入らないようにします。瓶の縁まで汁を入れてザワークラウトと同じく白菜がしっかりと浸かっている状態にします。蓋をして発酵へ。ザワークラウトと同じく25度以上の環境であれば1日程度、20度以下であれば数日から1週間置いて発酵させます。冷蔵庫に移してからもゆっくり発酵は進んでいきます。真夏の暑い時期はキムチ作りには適しません。白菜も冬の野菜ですし、冬の間の季節ものとして楽しむのがベストですが、真夏にどうしても作りたい場合は短時間のみ室温で発酵させ、冷蔵庫で時間をかけて発酵させるのが安心かもしれません。次に意外と簡単にできる発酵食品、納豆の作り方をご紹介します。大豆1カップはよく洗って丸1日しっかり浸水させます。元のサイズから2倍ほどになりますね。お鍋に入れたらかぶるくらいの水を入れて炊きます。拭きやすいので水を入れすぎないようにしましょう。
圧力鍋を使うと時間がかなり短縮できますが、普通のお鍋でも大丈夫です。指で簡単に潰れるくらい柔らかくなるまで炊いたら、ざるにあけてしっかりとお湯切りします。納豆菌は市販のものを使用。市販の納豆を種菌にしてもいいですが、納豆菌を使った方が確実で味も安定します。小さじ1/4程度で十分。お豆が冷めないうちによく混ぜ合わせます。発酵用の容器に移して、納豆菌は酸素が必要なので蓋はせずに、布巾などをかぶせてヨーグルトメーカーで45度、24時間程度発酵させます。納豆は乳酸菌よりも高い温度を保つことが必要なので、室温では発酵させるのが難しいです。ヨーグルトメーカーがない場合は、クーラーボックスなどに入れて湯たんぽなどを保温させるものを入れるか、電気毛布やホットカーペットをうまく利用するといいでしょう。発酵が終わったら消費しやすい量に小分けして、1日冷蔵庫に置くと熟成されて味が良くなります。すぐに食べない分は冷凍保存しましょう。納豆は市販のものを買う方が多いと思いますが、手作りだと自然栽培の大豆を使ったり素材にこだわれますし、容器のプラゴミやタレの袋などゴミが出ないのでサステナブルですね。私はザワークラウト、キムチ、納豆に自家製のお酢をかけて海苔と一緒にほぼ毎日のように食べています。腸活には最強ではないでしょうか。最後にザワークラウトの乳酸菌を使って豆乳ヨーグルトを作っていきます。ザワークラウトを少量瓶に入れて水をかぶるくらい入れ、半日から1日室温で置きます。豆乳 350ml ほどに対してザワークラウトの水大さじ1程度を入れて混ぜ合わせたら、ヨーグルトメーカーを27度に設定して18時間程度発酵させます。室温でも発酵できますが、温度が25度以下だとかなり時間がかかります。自家製の乳酸菌は酸味だけではなく炭酸のようにシュワッと感じられるのが特徴。豆乳ヨーグルトは市販のものもありますが、自家製特有の味わいをぜひ楽しんでくださいね。いかがだったでしょうか。今日は毎日の食生活に取り入れたいお家で簡単にできる発酵食品をご紹介しました。発酵食品を自家製するのはハードルが高いと思われがちですが、ポイントを押さえながら作れば失敗なく安全にできますので、ぜひお試しください。それでは See you next time!